こんにちは、近藤美蔵です。今日は人生を変化させる法則シリーズの2回目、基盤を入れ替えるイメージング法をお伝えしていきます。この方法は人生に大きな変化をもたらすもので、前回お話しした変化が訪れた時に現れる兆候のある方は、ぜひに行っていただきたい方法です。また、その兆候が現れていなくても、今までの世界を変えたい方は、その変化を引き寄せることにつながりますので、トライしてみてくださいね。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリーズ中継、スタート。人生には変化の波があることを前回お話ししましたが、その変化には大きな変化と小さな変化があります。そして大きな変化とは基礎や基盤が入れ替わる変化です。わかりやすく説明すると次のようになります。大きな変化。自分が移動するのでなく、足元の大地が入れ替わる。小さな変化。大地は変わらないまま、自分自身が移動する。これまで知られている変化を起こす方法は、自分自身が移動するイメージを用いる場合が多かったと思いますが、大きな変化を起こす場合は、基礎である大地そのものが入れ替わるイメージを用いると効果的です。変化を起こすために大切なことは、波や流れが訪れた時に、いかに古いものを手放すことができるかどうかです。せっかく変化の波が訪れても、古いものにしがみついていると、変化のスピードを遅くしてしまいます。では、古いものとは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。それは今まで住んできた土地や家、職場などや、今まで関わってきた人のつながり、そしてそこに関係する感情などです。私たちが大きく変化するとき、環境や人間関係がガラリと変わるように、環境や人間関係を手放すことが最も大きな変化につながります。例えば、運命を変えるために物を捨てる断捨離法がありますが、変化を引き寄せる方法として有効でも、それは小さな変化に過ぎません。大きな変化を起こしたい場合は、やはり物を捨てる以上に、環境や人のつながりの断捨離が必要になります。もちろん、すべてを手放す必要はありません。必要最低限大切なものを残して、身軽になって移動したら良いのです。それでは変化を起こすポイントをご理解いただいた上で、基盤を入れ替えるイメージング法のご説明をいたします。1番、自分自身にとって最も必要なものをイメージします。大切な人、大切な思いなど。2番、一本の人生の道に立って、目の前が未来、背中側が過去であるとイメージします。3番、目の前に大きな扉が見えてきます。
それは人生の節目のゲート。扉の向こう側には全く新しい世界があります。4番、変化を決意するアファーメーションを唱えます。私は今までの世界を閉じて新しい世界に入ります。5番、最も必要なものを持って大地から1メートルぐらい上昇します。あなたが浮上すると大地が動き出して扉が近づいてきます。6番、扉の目の前に着いたら新しい世界に入ることを強く意図します。あなたがそれを心から求めているなら扉は開かれます。もし扉が開かれなければ本当に変化を求めているかどうか自分自身の内側をもう一度確かめてください。また、持っている荷物が多すぎないか、身軽かどうかも確認してください。そして、再び新しい世界に入ることを意図するか、あるいは扉を抜けないで地面に降りてイメージングを終えます。7番、扉を通り抜けて新しい大地に降り立ちます。そして新しい世界を感じていきましょう。そこにある景色、感覚、感情など8番、アファーメーションを唱えます。私は今までの世界を閉じて新しい世界に入りました。9番、後ろを振り返り、扉が閉められていることを確認します。もし扉が開いたままであるなら、扉が閉められることを意図します。このイメージング法は基盤を入れ替えるものなので、自分が移動するのでなく、大地が移動するイメージを用いています。リラックスしている時に行うことが望ましいですが、最も有効なのは寝る前に行うことです。新しい大地に降り立った状態で睡眠に入ることで、変化のイメージをより早く根付かせることができるからです。以上です。前回お話ししましたように、新しい時代の流れに入り、多くの人が変化の時を迎えています。より良い変化をより早く迎えるために、この方法を有効に活用していただけると嬉しいです。それではシリウス中継を終わります。